日本人にとっては、お餅は寒い時、もしくは新年に食べるものとして根付いていますが、現在欧米で日本のお餅が一大ブームを巻き起こしています。ブームのきっかけとなったのは SNS。アメリカ、イギリス、フランスなどの多くのインフルエンサーたちがこぞって取り上げたことで話題を呼びました。特にフランスでは人気が過熱しており、Google フランス版は今年の4月には前例のないほどの検索を記録したとアナウンスしており、餅の美味しさを求めるフランス人たちが店に押し寄せ、商品棚を荒らしたほどだったそうです。その上で、今年の食の最大のトレンドは餅だったようだと伝えています。そんな海外に進出した餅についてご紹介したいと思います。1、餅とは、餅ってあの餅と感じる方がほとんどかとも思いますが、アメリカで流行っている餅というのはあの餅です。ただし、日本とは違う形で流行っています。中にチョコやアイスなどが入っており、日本人の感覚では大福に近く、その生地で包むようなアイスになっているものが大半です。アメリカではこれを餅アイスとは言わず、餅として知られています。レストランで売っている場合もありますし、スーパーでも売られていることが多々あります。2、食べ方が人気。日本人であっても、餅が喉に詰まりそうな感じが苦手だという方が多いと思います。外国人の場合にも、餅を雑煮のようにメインに持ってきてしまうと、お腹に溜まるので苦手だという人が多いのです。ところが、アメリカで売られている餅は、日本よりも小さいサイズで売られていることが多く、基本的に一口サイズのアイスなのです。これが外国人の恐怖を減少させ、人気を得ているポイントです。3、信頼性が高い。アメリカにはいくつものナチュラル系スーパーがあるのですが、その中でも全国展開されている人気のスーパーで餅アイスを扱っています。会議のためのお菓子にビジネスマンが買っていったり、ヘルシーなものが好きな外国人のおやつとしても用いられています。まずはナチュラル系スーパーに置いてある時点でヘルシーへの信頼度が増し、餅は大人気。餅はアメリカで必ず見つかる商品になりました。Google の投稿には1000を超えるコメントが寄せられるなど、ここでもまた非常に大きな関心を集めていました。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。今や私にとって餅は命。お腹が空いてなくても餅は別腹。餅がトレンドになったのは多分私のせいだと思う。今年の夏はかなり食べたし、ネットでたくさん検索したから。アビニョンのレストランで食べた餅が忘れられない。ダイエット中なんだから餅のことを思い出させないで。フランスでトレンドになったのは餅ってよりは大福に近いけどね。大福は餅の一種だから間違ってないと思う。でも大福は和菓子の一種で、餅は料理に使われる具材のことでしょ。餅イコール大福と考える日本人はいないよ。餅、それは高齢者にとっては非常に危険性が高い食べ物。餅が我が家の猫の名前に採用されました。娘が買ってくるから私も一度食べたけど食感がどうしてもダメだった。私の娘もハマってる。味どうこうっていうよりも
餅を食べてるおしゃれな自分が好きなんだろうね。餅はそのままの状態で食べるのが一番ってことを最近発見した。認めるのは悔しくもあるが、確かに餅はうまい。大福っていう正式な名前を普及させた方がいいと思う。餅はあくまでも原料だし。餅はホームメイドのものがベスト。そこまで複雑なものじゃないし。大福、レシピで検索してごらん。ほんと美味しいよね。特に緑茶との相性が抜群。人気なのは確かだけど、実際に食べるとそれほどじゃないと思うよ。それは人気に便乗して作られたものを食べたからだろう。日系のお店で買える餅は美味しいよ。私も時々娘を喜ばせるために買っていく。でも体重のことを考えるとちょっとね。冷凍させるとさらに美味しさアップ。冷凍餅はパティシエが作るスイーツよりはるかに美味しい。最近はフランスの大型スーパーマーケットでも餅が買えるようになったよ。まあ実際餅は今年最大のトレンドだったと思う。確かに興味深い味ではある。それでもフランスのお菓子の方が美味しい。きっと日本人がマカロンやエクレアを食べた時も日本のお菓子の方が美味しいって言ってるよ。アニメや漫画といい、日本文化が世界を席巻してるな。個人的に日本の食べ物は口に合わないんだよな。日本食が好きじゃないなんて、それは間違いなく人生損してるぞ。人気が高まったせいで、どこもかしこも値上げしてる。あんこが入った餅こそ至高だと私は思ってる。SNS の影響で若者たちはみんな夢中だね。私も食べてみたけど、味は本当に美味しかったよ。本当に衝撃的な美味しさだった。でも、食感がどうしてもね。とか言いつつ、やっぱり味は最高。そんな愛憎愛半ばしてしまう不思議な食べ物が日本の餅という存在なのです。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。本当にお餅は美味しいよね、と思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。